アブラムシの被害を防ぐための早期発見と対策。イントロダクション。ガーデニングや農業をしている方々にとって、アブラムシは厄介な害虫の一つです。彼らは植物の汁を吸い取ることで、成長を阻害し、病気を媒介することもあります。今回は、アブラムシの被害を防ぐための早期発見と対策について、ずんだもんと四国メタンの対話形式でお届けします。アブラムシの早期発見方法。アブラムシが植物に悪影響を与えるって聞いたけど、どうやって早く見つければいいのだ？アブラムシは小さくて見つけにくいけど、いくつかの方法で早期発見が可能なの。まず、植物の新芽や葉の裏側を定期的にチェックすることが大切よ。特に春から夏にかけては、アブラムシが繁殖しやすい時期なので注意が必要ね。どの部分をチェックすればいいのだ？新芽や葉の裏側に小さな黒や緑色の虫がいたら、それがアブラムシよ。さらに、葉が黄色くなったり、ねじれたりする場合も、アブラムシの被害のサインね。アブラムシの被害を最小限に抑える方法。アブラムシを見つけたら、どうすれば被害を最小限に抑えられるのだ？まず、物理的に取り除く方法があるわよ。手で摘み取る、または水で洗い流すといった方法よ。これが最も手軽で環境に優しい方法なの。でも、全部取り除くのは難しそうなのだ。他に何か方法はあるのだ？次に、天然の天敵を利用する方法があるわよ。例えば、テントウ虫やアブラムシを食べる寄生蜂を庭に放つと、自然にアブラムシの数を減らしてくれるわよ。それから、アブラムシが好まない植物、例えばニンニクやネギ、お周りに植えるのも効果的なのよ。科学的対策について。それでもダメだった場合、科学的な対策はどうなのだ？科学的対策は最後の手段として考えるべきね。市販の殺虫剤を使用する場合は、ラベルの指示に従って、必要最小限の量で使用するの。それから、植物に対する影響や環境への配慮も忘れずにね。科学的な方法もあるのだな。でも、できるだけ使わない方がいいってことなのだ。そうね。科学的対策は効果的だけど、長期的には自然界のバランスを崩す可能性があるの。まずは物理的、生物的な方法を試して、それでも効果がない場合に限って、科学的対策を検討するのが良いわね。まとめ。アブラムシの被害を防ぐためには、早期発見と適切な対策が鍵となります。新芽や葉の裏側を定期的にチェックし、物理的、生物的な方法で、アブラムシを駆除することが大切です。最後の手段として科学的対策を考える際には、環境への影響を考慮し、必要最小限の使用を心がけましょう。これらの方法を実践することで、大切な植物を健康に保つことができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。